こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、珍しく夕方からのゲーム再開です。夕方からということは、必然的に訪れとの真っ向勝負を挑まざるを得ません。なんでよ。静かに。今精神を研ぎ澄ませています。あ、今足音が。訪れしてやがる。早すぎたんだ。というか、勝負は負けという解釈でいいの？まあワールド再生成されて収録ソフトの訪れが収まり、かつギリギリモブが湧かない絶妙なタイミングを狙った次第ですが、今回だけは負けというほかないでしょうね。今に見て俺です。次からは朝にしてからゲーム中断しなさいよね。さて、ゾンビピッグマンがいなくなって少々寂しい思いをしたところで、前回はダイヤを投げたり黒い影が育ったり、工事進捗が9割ほどに達しました。で、また建築材集めを始めるところよね。予定通りの田舎暮らしターンです。実は鉄の残数次第だったのですが、ハサミの材料としては、計算したら6個あれば足りることが分かりました。さて、前回の田舎暮らしでは染料などの数の調整に苦しみましたが、そのリベンジです。今回は手抜きせずにきちんと計算したの？羊の頭数は多分88頭であることと、4色の羊毛の割合から、染料の最適数を緻密に導き出しました。つまり、多分緻密にってことね。さて、カラー羊毛狩りはこれで最後。気合い入れまくりでトロッコをきちんと設置し直し、それでは出発です。なお独自解釈上、今回は忘れ物はありません。嘘でしょ。なお、今回で16色のカラー羊毛のうち、残った4色を取り切ってしまいます。必要数を暗記しやすいように茶色を300個と考えて、他の3色は40個ずつ多い、と単純化しました。これならうろ覚えになりづらいです。ところで、一体どんな独自解釈してたのよ。念のため伐採用に地図を用意しましたが、結局伐採しなかったんです。不要品を忘れ物と考えるかは疑念の余地があります。さて、今回の行きがけはやることが多いです。まずは使い果たしてしまったサトウキビを、トロッコに乗りながら回収、なんて無理なのでこれはスルーです。ならそもそもやらないでいいわよ。で、正面に見える砂漠の神殿は、TNT が残ってないか一応チェックします。さすがにここのは回収済みじゃないかしら。まあ、ないですよね。今回で TNT 用の火薬も揃えられたらと思っていて、気持ち的にないとはっきりさせておきたかった、という感じです。さて続いて、レール沿い南側の村にも立ち寄るために途中下車します。飛び降り下車ね。羊飼いや農民は、ぜひ闇の村に転居したがっているはずなんですよね。ちゃんと村人の意思を確認しなさいよ。で、肉屋さんは見つけたものの、肝心の羊飼いと農民がこの村にはいませんでした。期待してたのに。当てが外れたわね。となると、ここからレール沿い北側の村に2人ほど引っ越しさせれば、村人は増えるでしょうか。意図的に村人増殖させたことがないので、うまくいくかどうかやや不安です。そして次の駅は、トロッコ乗って20秒で着く北側の村です。あ、卵は捨てられるのね。拾って5秒以内になら気軽に捨てられたりします。なんなのその5秒ルールは。村人生き残っていたんだ。野戦の場からまあまあ近いし、トロッコ城からは全然村人見かけなかったので、とっくに全滅しているものと思っていました。まあでも、何人か入れ替わっている可能性はありそうね。それにしてもこの村、砂利の木があるだけでなく、色々変なところのある村です。一応これ村の道ですよね。洞窟にまっすぐ続いています。ゾンビが道沿いにやってきそうね。いや、段差があるので大丈夫のようです。まあともかく、やっと転居希望者を見つけました。だから意思確認を。いえ、聞くまでもないことなんですよ。闇の村では農民はいない。
つまり転居者は農作物を独占取引できるということなんです。これは商人である村人の差がからって大危ない。なんでしょうかこのトラップの村は。そこは落ちて慌てるのが礼儀でしょうに。まあ察するに、洞窟の入り口の上に建てちゃった感じでしょうか。さてその後も、村人とのかくれんぼを戯れつつ、ようやく羊飼いを見つけました。これにて引っ越しさえさせられたら、エメラルド量産には困らないことが分かりました。まあ一安心ね。なお実際に転居させるかどうかは、ブランチマイニングとの見合いがあってまだ未定です。でもここまで調べた以上、転居させたい気持ちが強いです。さてレールの終着駅、田舎暮らし拠点にやってきました。今回は羊毛狩りのみならず、野戦とカボチャ採取を積極的に行っていきます。カボチャはまだ取るのね。うっかりジャックオランタンのことを忘れていました。まあ2スタックも集めれば十分です。そして緻密なる計画を立てた羊毛染色計画はというと、正直なところ、未だに羊の正確な数が不明です。単に染料の数で数えればいいんじゃないの？結構羊が動くもので、同じ羊に2度染料を使って気づかないことがあります。なので今回は丹精込めてすごく丁寧に、1頭ずつ染め上げて、これで上品質の良い羊毛が取れると思います。並の品質の羊毛しか取れないわよ。で、茶色の染料が1つ余ったということは、この牧場には87頭いるらしいです。誤差 1% ほどだったわね。さてあと1頭だけ増やさないと、繁殖させるのも悪くないですが、確か小麦畑の近くに羊がいました。とっさに白い羊毛買っていたわね。確かどのバージョンからか、子供の羊を餌で育てることができるようになった気がしますが、どのみち大人を連れてくる方が小麦が無駄になりません。決まり手は押し出しね。さて、あとは必要数に達するまで羊毛を刈るのみです。これまでの経験から、だいたい午前と午後の2回刈ることができます。羊毛が生え変わるまでにカボチャや小麦の収穫を行うのも、これまでの通りです。畑は増やさないでいいの？これ以上増やすと、空き時間に収穫しきるのが難しくなるんです。意外と作業量的にいいバランスなわけね。さて、夜が更けてきたので大急ぎでアイテム格納です。今日はいきなり満月のようね。これから毎日野戦するので、満月の1日か2日前ならベストだったんです。羊毛を染め終わった時にすぐ野戦に向かえばよかったです。慌てすぎでしょ。羊毛一つしまい忘れてるし。で、その直後にエンダーマンが3体湧きました。いつもなら3体も湧けばうおーって感じですが、あいにくとジエンドに行ったばかりで珍しくありません。さりげなく鉄ドロップした方が珍しかったわね。うおー、あの先にいるクリーパーを倒したいのに。うおーまた。なかなか集中させてくれません。さて、やっと日が昇ってきました。スライムボールは一晩で100個超えて、火薬は30個超えの収穫です。まずまず取れたじゃないの。この田舎暮らしターンでひとまず目指す数は、スライムボールと火薬であと、各100個ずつほどとなります。で、野戦明けした直後であるせいか、なんだか体が軽くてもう何も怖くなくて。何そのテリーにあるマジキ戦闘は。まあ後でよく考えると、左右に体を振ったタイミングで投げつけられたらポーション受けてましたし、それが毒ポーションの可能性もありました。そういう可能性をうっかり失念していたおかげの、正々堂々の勝利です。さてそのまま、田舎の日常生活を堪能していたところですが、振り出したわね。寝てしまうと月が1日分かけてしまうので、ベッドを使うわけにはいきません。で、日暮れ間際に、ベースの羊毛300個を数えるのが一苦労です。50個のまとまりを作るのに、32+16+2 という二進数の計算をしています。割と面倒なことやっているのね。後で考えると、
64×5-20 で計算すればよかったです。そして、野戦2日目の1体目の巨大スライムを倒したところで、色々あったので今回はここまでとなります。田舎暮らしの日程はほぼ半分というところかしらね。ちなみにこのスライムを倒しきったところでもう一つ出来事がありました。うわお。子供ゾンビが騎乗している時の方がすばしっこいとかずるいです。というわけで、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。